ローウォーズファンの皆様、おはようございます。公式 YouTube チャンネルの生放送を、視聴者様はすでにご覧になったでしょうか？この生放送では、秋から始まる新ゲームモードについての説明がなされましたが、基本的には、ヒーローウォーズの運営がすでに告知している内容を紹介していました。この生放送内では、月曜日から木曜日まで開催される古文との戦いの場面と、金曜日から日曜日の3日間に開催される、ボスとの実際の戦闘シーンを見ることができました。すでに運営から告知されているように、平日の4日間は、プレイヤーとコンピューターの個人戦という位置づけで、その4日間で手に入れたバフを利用して、週末3日間のボス戦を、ギルドメイト全員で戦う構図になっています。そして、ボス戦の成績に応じて受け取る資源を利用して、アセンションにて、ヒーロー個々の能力をレベルアップすることもできますし、アセンションの体重をレベルアップすれば、各枝に属しているヒーローすべての能力を、レベルアップすることができます。現時点で公開されている情報をまとめると、この画像のような流れになると思われます。前回の動画内で、いくつかの聞き慣れない資源の名前、スターマナや、特別なナゲット、レガリアアイテム、が登場しましたが、それらはおそらく、ボス戦に備えてバフを強化するための、資源の名称だと思われます。つまり、戦闘要素におけるバフの強化に使う資源と、ボス戦の成績に応じて受け取れる資源の2種類が存在するということです。補足事項として、ボス戦に備えて、平日の4日間にレベルアップしたバフは、1週間単位の使い捨てとなり、それらは翌週になるとリセットされるという流れになります。これを、現状のヒーローウォーズに当てはめて、強引に説明してみます。平日4日間は、アウトランドで戦ってボス専用のバフを強化し、週末はギルドメイト30名全員が、週末3日間のコンピューターとのギルド戦を戦うといった感じだと説明すれば、なんとなくイメージが湧くのではないでしょうか？この画像の流れが、新ゲームモードをほぼ完全に表していると思います。カーク信者的には、ヒーローウォーズの運営はなぜ、こういったフローチャートを作って解説をしないのか理解に苦しみます。ヒーローウォーズというゲームは、こういった親切な解説が抜け落ちているような気がします。まず最初に、全体像をイメージしやすい画像を1枚作り、後からここの詳細な説明を追加すれば良いのであって、このゲーム会社は、先に細かな部分の解説をしてしまうから、ゲームユーザー側にとっては、意味不明な解説の連続になるのだと思います。重要な話をするよう。先日の生放送内で、かなり興味深いことを、ターニャさんとダニエルさんが解説していました。それは、ペットの支援に関する新しい情報についてです。以前の動画にて、視聴者様から寄せられた多くの改善提案の中に、ペットの支援を、攻撃と防御のチーム編成単位で、別々に紐付けたいという要望があったのを覚えているでしょうか？実は、今回の生放送で、まさにその件について解説をしていたのですが、秋から始まる新ゲームモードと同時に、この画面で示すように、ペットの支援が従来よりも簡単にできるようになるのです。さらに嬉しいことに、この新機能は新ゲームモードだけに適用されるのではなく、アリーナやグランドアリーナにおいても同様ということです。つまり、アリーナとグランドアリーナの防衛用に登録したチーム編成とは別に、攻撃時には、違ったチーム編成にペットの支援を再度設定することが可能になるのです。これにより、視聴者様から寄せられていたペットに関する不満要素は全て解決されるということになります。グランドアリーナでは、3つのチーム編成を登録していますが、今後はそれぞれのチーム編成に、最大で5匹のペットを紐付けできるようになるということです。もっと重要なことを話すよう。視聴者様の中には、すでに今回の生放送をご覧になられた人も多いと思いますが、カーク信者の場合は、ロシア語版で公開されている生放送のアーカイブ版も視聴しています。С боссом, у босса общее здоровье для всех сагильдийцев.
каждую неделю начинать все заново, ну, как Вознесение ваше не обнуляется. То есть каждую неделю начинается именно рейд и сражение с прислужниками. ターニャさんもダニエルさんもロシア語が母国語ということで、ロシア語版では、ターニャさんがかなり流暢なロシア語で、解説をしているのです。ロシア語版のターニャさんは、頻繁に笑っているので、まだロシア語版をご覧になられていない視聴者様がおられましたら、ぜひ、ロシア語版もご覧になられた方がいいと思います。ロシア語で何を言っているのか全くわからないけど、左側のモニターで英語版のアーカイブを見つつ、右側のモニターで、ロシア語版のアーカイブを同時に見るんだよね。あはは。それでは、今回も動画を最後までご視聴していただき、ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。